バイクを20台くらい持っているペンタロウがユーザー目線でバイク関連の緩めな話をしていくチャンネルです。今回はスズキの GSX-8T の来期モデルがヨーロッパで発表されているようなので、その話を中心にしていこうと思うんですけれども、この 8T シリーズなんですけど、クルコンオプションというのも出てまして、標準装備されているわけじゃないんですけれども、後付けできるっていう話ですね。純正オプションで後付けできるクルコンというのは記憶にある限り初かなと思うんですけど、どうですかね。ペンタロウがクルコンにあんまり興味がないので見落としてるだけかもしれないんですけれども、そんなに記憶がないですね。後付け社外品というのはたびたび見かけましたけれども、8シリーズはですね、今までクルコンがあれば買うのにっていうコメントも結構多かったので、これがつくと売れ行き変わるんですかね。どうなんでしょう。日本で出るときにこのオプションがですね有効化されるのかどうかは不明ではあるんですけど、たまにその海外にはオプションが設定されていて日本にはないっていうものもあるので、でも特性からして設定されそうな気がしますけどね。別に設定することに特に障害はないと思うので。あと朗報なんですけど、 GSX-8T だけじゃなくて S と R と V ストにもオプションとして用意ということだそうなんで、ということはですよ、既存モデルにもいけると思いますよね。きっとそうですよね。大筋でそんなに物変わってないので、みんなポン付けできるんじゃないかと思います。おそらくですよ。わかりませんけど。だと仮定するとすごい素晴らしいですよね。今乗ってる方々もですね、これから後付けできるという。たまにその既存モデルには不適合とか、そういうものあったりはするので、形一緒なのにダメなのっていうケースもありますよね。こういう駆動系に絡んだものっていうのは、そんなこともありえなくはないです。ちょっとその辺の情報までウォッチできてないので、実際さっきお話しした通り国内モデルに設定されるかどうかっていうのも不明なので今のところ、その辺一通り分かり次第またお知らせしようかなと思いますが、でこのクルコンオプションはですね、取り付けはどうやらハンドルの左スイッチ類があるんですけど、その脇に増設っていう風な感じになるみたいですね。場所的には使いやすそうな感じではありますね。スイッチボックスの右側なんでピッっていう風に手は届きやすいかなと思うので、このクルコンのスイッチっていうのはものによってクルコンオンオフっていうものと速度コントロールというものがあるんですけど、そのスイッチがですね、それが別の場所にあるっていうバイクもあったりはします。 XADV とかですね、ハンドルの左右に分かれてるんですよね。オンオフのスイッチが右にあって、右手ですね、右手の親指あたりにありまして、速度調整、その上下のスイッチが左手にあるという、割と珍しいような気がしますけどね。普通大体まとまってるイメージなんですけど、オンオフはオンにしたらずっとオンにしっぱなしなんで、そんな頻繁に扱うものではないので、別にどっちでもいいっちゃいいのかもしれないんですけど、接近していようと分かれていようと、ちょっと慣れてないとあれどこだっけみたいな感じにはなりますね。で今回 8T もろもろ左手親指でクルコンが扱えるようになるので、待ちに待っていた方々はぜひこの新型のですね動向をチェックしていくといいんじゃないかなと思います。他にもオプション増えてるかもしれませんが、ちょっと詳しい情報はですねまた国内モデル出てきた時にチェックしようと思います。で今回のボディの色ですね、 T の色は前はですねやや渋めのグリーンと黄色と黒っていうそんな感じでしたが、で TT の方がグリーンと黒赤ですね。で今回はオレンジと赤っていうそんな構成になってます。 T の方がオレンジが出ていて TT の方には赤ですね。他にも色展開あると思うんですけれども、とりあえずこれが前面に出てます。目立ちそうでいいですね。先日色と安全性っていうお話をしたんですけど、ペンタロウの実体験に基づくこの辺の色はみんな避けていくぞとかですね、この辺は空気扱いされるぞみたいな、そんな色の話をしましたけど、オレンジは黄色と並んで目立ち度が高いので、そういう意味でもいい感じですね。という安全性も高そうな割と素敵な色になってますけど、バイクを買うという後ろめたい行為に対して、後ろめたいというか割と周りに後ろ指刺されがちなバイク買うぞって話なんですけど、この安全性はですね周囲の説得にも使えそうな感じしますね。黄色とかオレンジとか明るい色は安全だっていう話でですね、なので買い替えて安全性を高めた方がみんなのためにいいぞっていう、怪我したらみんな困るでしょとかいう話でですね、だから買い替えなきゃダメなんだっていう、そんな理屈とかですね、確かにっていう風に納得してくれたら成功だと思います。そんな話すると普通はいやじゃあバイクやめろよっていう風に言われそうですけどね。そりゃそうなんですけど、乗らなきゃそっちの方が安全だろうっていう、当然全くグーの音も出ないと思いますけども、でもバイクは他にもですねいい面もあって、脳にいいとかですね、だから仕事がはかどっていい結果が出るんだとか、バイクに乗り続ければですねっていう風な言い訳をしてバイクに乗ることの正当化をしていくのもありかなとは思います。
他にもバイクはですね、運動量、ハードなウォーキング並みの運動量なんですよね。なんで有酸素運動として優秀なんだっていうお話とか、だから健康が保てるんだとかですね、それもあながち間違ってないですね。いろいろと健康上のいい効果はあると思います。なんです皆さんいろいろ手を尽くしてうまいことバイク購入を反対する周辺をですね、説得してみるといいんじゃないかなと思います。ペンタロー見たくなるとですね、動画作ってお金になるから新しいバイク買うんだっていう荒技も使えたりします。そこそこの視聴回数取れれば真面目にトントンくらいのバイクライフは送れるでしょうねっていう風に送ってる方々もいらっしゃると思いますけど、お金になると誰も一切文句言わなくなるので一番おすすめな説得方法かもしれないです。で 8T の最近の話、販売状況なんですけど、今年の2月ぐらいですかね、発売されまして、現状どんな感じかなっていうところなんですけど、正確な集計値が届いてないのでまだ予測推測の範囲なんですけど、もともとですね、販売計画は T の方が360台という風になってまして、 TT が480台っていうことになってるので、合わせて840台という年間販売計画ですね。意外に少なめかなっていう感じはしたんですけど、で今現在どんな感じかというとですね、ちょっとグーバイクとかその辺のウェブの情報をいろいろ、在庫状況ですね、実際の店舗の在庫状況、その辺見てみると T が110台ぐらい新車の在庫があるっぽいです、全国でですね。で TT が150台くらいで、合わせて260台ですね。ここに載ってるのが全てじゃないんで、もっと新車在庫は全国にあると思うんですけど、スズキワールドとか普通載せてないですしね、こういうところに、他にも載せてないお店はあると思うんで、見た感じだとメーカーへの注文っていうのも現状できるっぽいので、まだ生産枠自体ありそうな感じはしますね。または生産しきってメーカーの側に在庫ストックされてるっていう、そうかもしれませんし、ちょっと生産スケジュールについては分かんないんですけど、で仮にその当初の計画の通り840台前後で生産打ち止めっていう風な想定だとしたら、現状注文できるということは出荷したのは500台とか700台とか、そういう感じですかね。そのうち260台が店舗在庫として残ってるっていう風な計算になって、とすると売れたの4、500台なのかなっていう風な推定になるんですけど、仮に840台打ち止めだとしたらですね。でただ鈴木さんはですね、ホンダとかヤマハとかみたいに計画台数で打ち止めにあんまりならないっぽい感じがするんですよね、見てると。過去にもですね、同じファミリーだと GSX-8R、そちらはですね、初年度720台っていう数字だったんですよね、その販売計画が。で 8S はですね、その前の初年度、その時260台っていう数字だったんで、実際その年 8R の出た年ですね、その時の販売台数、この時がですね、 S と R は型式一緒なので合算になっちゃうんですけど、その合算で1700台以上売れてたんですよね。という感じだったので、どう考えても R を計画の倍は作ったでしょうっていう計算になるんですけど、在庫車もさらにあったんで倍どころじゃなく作った感じはありますね。ということで、とても720台じゃなかったっぽいという、そんな 8R だったんですけど、という鈴木さんの傾向なので、この 8T もですね、当初の840台の販売計画通りに行くかどうかっていうのはまだ分からず、実際の注文の傾向によって増産したりとかいうのを、結構やるのかなっていう、そんな動きの感じがしますね。という特性なんで、実際のその結果統計ですね、それが出るまでちょっと実際の販売台数とかですね、あまり推定がしづらいというところなんですけど、でこのお話は当初出たての頃ですね、販売店からメーカーに対しては1000台以上注文が入ってたっていうことらしいんですよ。その1月から3月頃の話題の頃ですね、というふうな情報が入っていたので、それが今市場にみんな回ってるとすると、その1000台以上注文が入ったことが本当で、それがさすがにもう出回ってると思うので、というふうに考えると800台くらいは今までに売れてるのかなっていう感じはしますね、上半期で。という推定にはなるんですけど、実際どうですかね。ここで聞いていただいている方々にも、もうすでに 8T や TT が購入して手元にあるという方もいらっしゃると思うんですが、おそらく現状で注文して生産待ちみたいなケースはそんなに多くないんじゃないかなって思うんですけど、なんとなくこの全国的に在庫が、店舗在庫がある感じで見るとですね、というように人気の状況が非常に気になる昨今なんですけど、そろそろ半期の統計値っていうのが参照できるようになるかなと思うので、この 8T に限らずですね、情報が出てきたらランキング動画作ろうと思うんですけど、 8T 関連は型式の関係でですね、8S と 8R とが今までその集計台数一緒なんですけど、 8T と TT も台数一緒にまとまってくると思うので、
4車種ですね。V ストだけ形違うので別だと思うんですけど、ということで売れたうち T と TT が実際にどれぐらいかっていうところまでは正確には分かんないんですけど、ランキングには間違いなく入ってくるでしょうね。上位のどっかにこのファミリーはいるんじゃないかなと思います。あと今年気になるのは上半期の動きはですね、 Z900RS あたりもどれくらいにつけてくるのかが非常に気になりますね。盛り返しているか、昨年結構下がったんですけど、今年の上半期デンスローのモデルに変わって盛り返しているかどうか、かなり盛り返しているっていう感じだと安心感あるんですけど、横ばいとかですね、微増とかだとちょっとこの先右肩下がりになっていくような雰囲気が見て取れるっていうことになってくるので、非常に動向が気になりますね。それから CB1000F リコール関係でちょっとつまずきがあって、当初の想定よりも台数の伸びが少し緩やかなんじゃないかなと思うんですけれども、これ想像ですよ。実際のそのホンダドリームジャパンとかの在庫状況が見れるんですけど、結構在庫がありまして、割と即納感があるんですね、現状で。そのあたりを見ても Z900RS を食い尽くすほどの勢いはもしかしたらないのかもしれませんし、下半期はですね、地震の影響があってホンダの出荷状況想定よりも緩やかになるので、そのあたりも関係してですね、 CB400 スーパーフォアとか新しいのが一応この動画配信時点からすると明日発売っていう日程ですね。ですけど市場にはあまり出回らないという風な感じになっているそうですし、その辺もですね、ちょっと様子が変わってくるのかなっていう風な感じはあります。ホンダの熊本工場もまだ完全に復旧はしておらず、四輪の工場は20日今日あたりですね、これぐらいから一応正常稼働に戻るっていうことなんですけど、二輪の熊本工場はですね、今日時点でも完全に復旧はしておらず、段階的に復旧っていう風な、そんなスケジュールになってるみたいです。というのが現状の情報なんで、この辺もですね、また詳しい動きが分かれば皆さんにお知らせしていこうかなと思います。ということで本日の話は以上です。よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイポいただけるとありがたいです。ペンタローラインスタンプもあります。ではまた別のコンテンツでお会いしましょう。